こそ。今日は琵琶湖文化公園の中にある滋賀県立美術館にやってまいりました。なんと館長、ディレクターの保坂さんに今日はご案内していただけるとのことで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします初めて私、滋賀美術館目的でやってきたんですけど、しかも京都から。そうなんです。車だとね3、40分です、公共交通機関だと早くて40分ぐらい。皆さんが思ってるよりは近い。滋賀県立美術館、カルダーもありますし。そうなんです。カルダーがアメリカの作家なんですけども、うちの美術館実はアメリカの美術を収集方針の一つにしている国内でも珍しい美術館で、ドナルド・ジャットっていうですね、人の作品、多分あのタイプの立体国内にここしかないと思うんですけど、ケネス・ネルソンというかいくつかの美術館にあるんですけど、テンセグリティというですね独特の構造を使った作品があったりするちょっと変わった美術館になりますね。ちょっと後ほどまたコレクションの軸などについても伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。中庭からやってまいりまして、ここがエントランスではなくてウェルカムゾーンとか、ウェルカムゾーン、ロビーとか呼んでる場所になるんですけども、うちの美術館の特徴っていうのは、公園の中にあるわけです。公園の中のリビングルーム、そうなんです。このようなキャッチコピーと聞きましたが、よくご存知で、公園の中って自由じゃないですか。で、公園から一歩美術館に入ると、その多くの美術館って、敷居が高いというふうに思われていて、こちらとしてはやっぱり気軽に入ってほしいし、入ったらくつろいでほしいというふうに考えていて、でそれがそこで伝わるような言葉としてリビングルームっていう言葉を使わせてもらっています。保坂さん、こちらは何でしょうか。何でしょう。これ笹岡さんの作品なんですけど、タイトルがラバーっていうんですよ。なのでテーマは愛なんですけど、笹岡さんが猫を飼ってて、その猫ちゃんを去勢しなきゃいけなくて、これはですね、猫の睾丸去勢した後に見たもの、病院で見てリアルで見れるんですね。入ってすぐのとこですよ。そうですね。ここは皆さんに見ていただく場所なんですけど、人間のエゴでその動物の性、いろんな意味でもどっちの性も生きるの性でもあるし、あっちの性でもあるんですけども、そこをコントロールしてしまうことに対するいろんな複雑な気持ちから生まれた作品だというふうに聞いています。ちょっとある意味念仏っぽくも聞こえますもんね。そうですね。この音楽も。で作詞作曲も笹岡さんがやっていて、目の部分、目の部分で使われているのは、なんかこれ口の中ですか。そうですよね。口の中で、口がこれ口じゃないんですか。目だ。口が目で、鼻が耳ということで、体のパーツを一体分解して、映像にしている作品。藁の部分は、この滋賀県とか、関西の方で環状縄っていうのがあるんですけど、結界みたいな形で集落の入り口にしめ縄みたいなものをやったりする、そういう風習があるんですけど、そこにまず一つ着想を得ています。あとここはビーズのお花があるんですけども、これはここから相当遠くない石山寺のところにある飴細工みたいなもので、ここに着想を得たりしていて、非常に滋賀に根付いたもの。そうなんです。これも、信楽焼を使ってるんです。土台ですか。そうです。このベースっていうんですか、照明の後ろの丸の部分も信楽焼を使っていて、こちらは廊下を進むと、そうなんです。待ち構えてる大きな作品なんですけども、池村玲子さんっていうドイツに住んでる人の作品になるんですけど、タイトルがうさぎ観音って言いまして、うさぎをモチーフにしていて、観音様。で実はこれも信楽で作られているもの。これ信楽。メイドイン信楽。このうさぎ観音があったり、その他いろいろな作品がタダで見られるっていうのが。確かにここタダのローンですから。すごいありがたいですね。うちの美術館の特徴は、この回廊というですね、公園の中を展示室が散在していて、ガラス張りの回廊でつなぐという、これが一つの特徴になっていて、で多くの美術館って2階建てとか3階建てになっていることが多いと思うんですけど、うちの美術館は基本平屋で、そうなんです。フラットで渡ることができるというのがもう一つの特徴ですね。ここを歩いていくと、ここは展示室3点呼んでるんですけど、企画展をやっているスペースで、ここで今開催しているのが沢岡優子さんというアーティストの
個展、笹岡百合子のパラダイスダンジョンの展覧会になります。もう今こういろんな声が聞こえてくるんですけども、はい、まあ映像ですね。そうですね。イメージはですよ、かなり刺激があるというか、視覚的にも聴覚的にも今ちょっと入ってきてますけれども。笹岡さんが考えるその展覧会としてパラダイス、はい、楽園のようでいてダンジョン。迷宮のような相反するような感覚もあるんですけど、その相反する感覚を楽しんでいただきたいというそんな展覧会になっています。ちょっとなんか遊園地に来たじゃないですけど、それで大丈夫。あ、いいんですか、その気持ちで。はい、行きましょう。ちょっと怖いようなドキドキで、ここは笹岡百合子展の一番最初の作品になるんですけども、なんか可愛らしくないですか？なかなか可愛いんですが、はい、これ笹岡さん本人が写ってるんですね。でも手がちょっと大きかったり、継ぎはぎされたり、操り人形ですか？そう、操り人形で継ぎはぎ感覚があるっていうのがまさにポイントで、はい、これまであんまり発表されたことなかったんですが、笹岡百合子の映像作品の原点として今回の導入部にこうやって展示しています。まあ、魚映ってるじゃないですか。はい。捕まった魚。はい。魚好きです。お魚大好きです。はい、で、まあ要するにこう人が生きるために何かを食べることは生き物の、まあ、生命を食べてると。で、そういうその動物、実際にこう殺すシーンというのは、まあ、みんなこう見ないところで美味しく食べてるわけですけども、でもまあその命をまあ食べてるんだっていうことをもう一回取り戻した方がいいんじゃないかというふうに考えて作った作品がこれで。ここに操られた、まあ、人形が魚をさばくシーンが、これはまあなかなか賛否両論あるというか、まあ、ここにちょっと断り書きも書いているんですけども、初めて見ました、この断り書き。生きてる魚をさばくシーンがあります。お、次暗い部屋だ。イカロスの花嫁っていう2016年の作品で、女も知らず死んだイカロスっていう、まあ、なかなかちょっとストレートなセリフなんですけども、第二次世界戦当時に亡くなった兵士と花嫁人形を結婚させるみたいな一種想像上、かわいそうじゃないですか。女も知らず亡くなっていった兵士に対してフィクションでもいいから結婚させようっていう、そういう残された人たちの親とか家族の思いというものがあって、そういう時にまた人形というものが登場するわけです。人形って本当になんかいろんなその役割があって、はい、生命を持たないものなんですけども、まあ、生命を持たないがゆえにいろんな思いをこう託される存在としての人形。岡さん、どこでそんな人形との出会いが人生の中であったんですかね？まあ、アーティストってなんかいろんなリサーチ、まあ、気になったらいろんなリサーチをするので、きっとそういうリサーチの中で戦中の花嫁人形の話を調べたんだと思うんですけども、笹岡さん自身はそのいわゆる中央ヨーロッパ、東ヨーロッパのこととかも好きで、比較的中東欧って人形劇盛んなんですよね。はい、まあ、そういったものも含めてリサーチの中で人形劇に注目してるんだと思います。なんかすごいピンクですか？赤ですか？まあいろんな色のライトがあるんですけど、今回パラダイスダンジョンっていうタイトルがついてるわけですが、その楽園と迷宮っていうそのタイトルがついてるように、笹岡さんとしてはこう展覧会全体をきちんと作り込みたかったんですね。世界観を。そう、世界観で、今照明気づいてもらってすごい嬉しいんですけど、色とあと数3つ意味あるんですか？実は最初のやつちょっと思い出せます？一番最初に来る時に入り口にありました。覚えてない。1個かな。そう。あ、増えてます。1個、2個、3個。2個、3個って増えてくるんです。こうリズムを作っていくっていう、はい、で色も含めて展開していって、で今この先には、まあ、これは4つ目じゃないんですけども、ゲートとして青いライトがあったり、はい、こういうの気づくとすごい頭がはいってなりますね。脳汁出ますね。そうです。もしかしてこういう意図あるんじゃないのとかって展覧会行った時ってあるじゃないですか。あります。でも聞けないじゃないですか。こうなんですか。確かに聞けないです。まあでもね、それね聞いちゃっていいと思うんですよ。会場にいる患者さんって我々が呼んでいる学芸員ではないんですけど、展覧会のことは、まあ、学芸員から伝えてるので。そうなんですね。いつも考えすぎかなってずっと思ってたんですよ。
意図があるんですね。あります。嬉しいです。なんかちょっと昔の。そうなんです。ちょっと昔の音楽で、笹岡さんが落ち込んでる時になんか力をつけようと思って聴いた曲が旧ソ連の軍歌。マーチっていうか、これはズンチャッチャズンチャッチャなんでマルチなんですけど、行進曲とか、行進曲とか、あ、これあれじゃないですか。映像に出てくる電球入り口のと一緒。そうですね。怖い怖い。でここ入ったら私たちももしかしたらこの子たちみたいにやられちゃうかもみたいな。その可能性もあるかだってもしれない。壁の色も合わさってますよ。そうですね。なんか映像の中カーテン紫で。一応お子さんも来場されるんですよね。公園の中にある美術館なので、親子連れよく来るんです。はい、ただ、笹岡ゆり子店に関しては、一応入り口で会場全体に暗いですと。あとちょっと魚が殺されたり、曲がなんかちょっと謎めいてたり、怖いかもしれないけど、いいですかって聞いて、それでもいいよって言ってくれたら見てもらうと。実際怖がっちゃう子もいるんですけど、ハマっちゃってずっと見てる子もいて。音楽の力もあるんでしょうか。そうね、音楽の力とか、今ポーズしてるとか、なんか子供を引きつける要素はたくさんあると思うので。電球はちょっと私怖いですよ。やばい。裁かれる。逃げろ。ですね、ここがこれ何でしょうか。はい、笹岡ゆり子さんのドローイングを展示してる部屋なんですけど、笹岡さんのスタジオにちょうどこういうボードの貼られていて、そこに彼女はこうドローイングを貼ってるんですね。実はその彼女は作品を作る時にこういうドローイング描いてるんですけど、作詞作曲をやりながらこのドローイングを描いていっていて、不思議なことに作詞作曲が出来上がるとドローイングはもう終わるんです。いろんなことを考えながら考えを発見させるためにドローイングを描いていて、さっきちらっと言った紫色の部屋にあったプラナリアって。プラナリア私可愛い好きでした。好きでした。はい、生物の教科書出てる。作品プラナリアって言うんですよ。そうだから切っても切ってもっていう。いやー、そういうことか。そういうことなんですけど。海外で人気なんですか。海外で人気ですね。どういうところが海外のギャラリーとかお客さんに評価されてる。やっぱテーマが主婦編的なその生と死とか愛とかを扱っているっていうのは、それはやっぱ現代アートとして大事なテーマなので、それを使いつつちょっとポップでちょっとキッチュで、そこら辺は良くも悪くもアジアの作家に求められやすい世界観だと思うんですけども、そこをきちんとやりつつ、でも先ほどちらっと言ったようにちょっと中東欧のヨーロッパみたいな要素も入ったりするので、ちょっと親しみやすいところもあるし、いろんな文化圏とかがミックスしてるっていうのが人気のポイントだと思います。いつ頃から日差しがあったんですか。数年で一気に評価がぐっと上がってる感じはあります。保坂さんがずっと。僕が初めて見たのは、プラナリアを渋谷のある展覧会で見たのが初めてで、もう耳について離れないって言って、気に入っちゃった。で、うちの美術館のコレクションに入れようと、ちょうど笹岡さんが滋賀に移り住んだということもあって、そこからうちの美術館としては若いアーティストを支援していきたいという思いもあったので、まだ美術館で個展をしたことがない人に美術館での初個展というのをうちでやってもらおう、それをできればシリーズ化していきたいなというふうに思っていて、その第一弾としてそれはやっぱ笹岡さんだろうっていう。なんて言うんでしょう、ちょっと天井とかも高すぎず、空間作り込むのに楽しい展示室なのではって私は思ったんですが、そう言ってもらうと嬉しいですね。ちょっと天井高がここ4メーターぐらいで、他の美術館に比べると低いので、ちょっとコンプレックスとか劣等感を持ってたんですけどそこコンプレックスなんですか。ちょっと背が低いみたいな。そう天井高いとやっぱ光がこうファーって広がっちゃうから、なんかよりちょっと集中させたいって時はなんか狭い方が私は楽しいな。これからそういうようにします。あ、そうですか。最後の作品、歌詞でも松明って言ってるんですけど、タイトルが松明で、この展覧会のために笹岡さんが作ってくれた作品になります。近所の体育館でドローンを使って空中から地面に向けて撮影してるんですけど、雲
組体操みたいにみんながこうくるくる回ってたり足でこう顔を作ってたりしてるんですけども、万華鏡仕立てにしてるっていうのがこのインスタレーションの特徴ですね。2クル感が気持ちでこの子たちを見たらいいのかわかんないですね。気持ちが読めないですね。何の役割なんですか、この人たちは。可愛らしいですね。でこれ要するに他の作品のスピンオフみたいなものでもあるんですけど、個人のお宅にもよかったら展示ができる買いやすい作品。あ、売ってるんですか今？買いたいって言ったら買えるかなと思います。私誰か買いますか？欲しい方いらっしゃいますか？笹岡さんのインタビューもあって今ご本人映ってますけども、本人の一長蘭この学校が大好きらしくて、なぜ教師にこだわってらっしゃるのか。やっぱりその生と死をテーマにしているので、ゾンビというか来た死にみたいな本心もテーマに合ってるしっていうところでこの学校をよくしてるみたいです。なるほど、終わりました。保坂さんのね解説付きでも贅沢に回らせていただいたんですけど、もう初めはねなんかちょっと怖いのかな、なんか遊園地みたいな感じっていうね軽いノリで入ったんですけど、見ていくとね音楽がまずいいですね。入りやすい、その世界観に。そこで音楽から来て、でなんだろうと思って見てるとだんだん深いテーマにつながってることに気づくっていう。子供にとってはまだわからないことだから、その時の方が考えてたなと思って、なぜか改めて笹岡さんの展示を見ながらそういうことを考えて、なんか子供も見てもいいと思うし、大人が見てももう一度いろんなことを考え直すきっかけになるんじゃないのかなって私は思いました。ご本人にもいつかお会いしたいなと思いました。楽しいですね。